は新大阪駅です。今回は山陽新幹線に乗って岡山まで行きたいと思います。この春、山陽新幹線に人気漫画ワンピースの塗装をラッピングした新幹線がデビューしました。ワンピース新幹線と名付けられた真っ青な新幹線に乗って今回は岡山まで乗車します。ワンピース新幹線はそれぞれ異なるコンセプトにより3種類の新幹線が登場する予定です。今回登場した瀬戸内ブルー号はいざ偉大なるグランドレイルへをスローガンとし、瀬戸内の海をイメージした新幹線です。11時25分、折り返し博多駅こだま849号となる列車が到着しました。こちらが今回乗車するワンピース新幹線第1弾瀬戸内ブルー号です。この列車は新大阪駅到着後、折り返しのための車内整備を行い、下りこだま849号となります。瀬戸内海をイメージした鮮やかなブルーの車体にはワンピースのキャラクターたちがコミカルに描かれていました。今回の瀬戸内ブルー号に続き5月末、そして7月と第2編成、第3編成が登場する予定です。新幹線といえば白地にブルーのラインのイメージですが、ブルーの車体に白色のラインというのはかなりのインパクトがあります。車体の水色がインパクトがあり、とても目立っていますが、何よりもすごくかっこいいです。世界的人気キャラクターのワンピースのキャラクターが描かれているので、折り返しの間、とてもたくさんの人たちがカメラを向けていました。特に外国人のファンの方が多く、各キャラクターをとても熱心に撮影されているのが印象的でした。大海原の冒険をイメージした真っ青な瀬戸内ブルー号の車体には、主人公のモンキー・D・ルフィを先頭に麦わらの一味や数々の仲間、ライバルたちが描かれていました。ワンピースのイラストを見ているだけでこれから始まる旅が楽しくなるような予感がしてきました。海を舞台としたワンピースのキャラクターたちが瀬戸内海をイメージしたブルーの新幹線にとても似合っていました。指定席車両の座席は 2×2 の4列シートでとてもゆったりしています。新大阪駅を出発しました。これから博多までワンピースのキャラクターたちと壮絶な旅が始まります。というのは冗談で、快適なこだまの旅が始まりました。列車は終着駅博多まで各駅に停車します。各駅に停車するこだまでゆっくりと車窓を眺めながら時折ホームに下車し、ワンピース列車を楽しみたいところですが、私たちは途中の岡山駅で下車します。ワンピースのキャラクターたちとは岡山駅でお別れです。新大阪駅出発後、車窓左側に見える在来線の車庫には JR 宝塚線、福知山線の電車に混じって特急楽々大和の車両やサンダーバードの車両、そして営業運用を終了した201系などの姿も見られました。車内放送では一部にルフィのオリジナルボイスが使用されているほか、車内チャイムにはオープニングテーマ「We Are」が流れていました。これにはかなりテンションが上がりました。モンキー・D・ルフィ、海賊王になる男だ。今日はワンピース新幹線に
は指定席です。その他の号車は自由席です。ご利用いただけ新大阪駅を出発し、新神戸駅に向かって加速し始めたその時でした。緊急停車時には少し大きめな衝動がありました。慌ただしく急停車しましたが、安全確認が完了し、何事もなかったかのように再び運転を再開しました。ワンピースのストーリーにアクシデントはつきものですが、大事に至らなくてとても良かったです。列車は3分ほど遅れて運転を再開しました。それでは改めて車内の探検を始めます。座席のヘッドカバーはワンピースオリジナル仕様に装飾されていました。車内の広告枠にはワンピースの広告に入れ替えられているほか、客室ドアにはそれぞれの車両のテーマにリンクしたラッピングが施されていました。デッキには瀬戸内ブルー号のラッピングデザインが展示されており、県西全体のラッピングデザインを見ることができます。乗降ドアにも客室ドアと同じく車両のテーマにリンクしたラッピングが施されていました。車両のラッピングのみ手を加えただけではなく、車内のデッキ部分や客室内、洗面所のミラーなどかなり本格的にラッピングが施されていました。自由席車両は2列 ×3 列の5列シートですが、シートカバーをはじめ指定席と同じく装飾されていました。こちらは普通車指定席の座席です。グリーン車並みに座席がゆったりしており、とても座り心地の良いシートでした。こちらは7号車車椅子席用の座席の乗降扉です。他の車両の扉に比べてこの扉のみドアの幅が車椅子対応のため広くなっています。そのためスペースが広く、イラストも少し豪華仕様でした。最初の停車駅新神戸駅に到着しました。少しドアの開閉を見ていきましょう。おそらくですが、奇抜なワンピース新幹線を撮影しようと黄色の展示ブロック内に人が入っていると思われます。やっと扉が閉まりました。駆け込み乗車以外にも列車の出発を妨げる原因があります。撮影時のマナーは守らなくてはいけませんね。
レの探検にやってきました。同じく7号車にある車椅子の方も使用できるトイレです。広く快適に使用できるトイレでした。洗面台の鏡には作中でおなじみの手配書が鏡の表面にデザインされていて、洗面台の前に立つとまるで自分が手配されているような手配書の写真を撮ることができます。7号車、8号車は2列シートのゆったりした座席を自由席料金で利用することができるため、7号車、8号車が自由席の場合はおすすめの座席です。すべての洗面所の鏡がワンピース仕様ではなく普通の鏡の場所もありました。指定席車両はどの車両もかなり乗車率が良かったです。列車は西明石駅を出発しました。西明石駅を出発後、しばらくすると車窓左手には瀬戸内海が見えてきます。山陽新幹線は比較的海の近くを走行しますが、実際に車窓から海が見えるのはこの西明石姫路間と徳山駅付近のみです。ただし見えると言ってもほんの一瞬ですので、ついうっかりしていると見逃してしまいます。列車は3分遅れを取り戻すべく少し急いで姫路駅を目指していました。まもなく姫路駅に到着します。一部の途中駅の車内放送ではルフィの車内放送は省略され、ワンピースの車内チャイムの後、通常の車内放送が入っていました。姫路駅を出発しました。次は相生に停まります。相生駅に到着しました。相生駅では3分間の停車時間がありました。3分遅れで運転していた場合は停車時間はほぼありませんが、先ほどの姫路駅出発の際にほぼ鉄国に戻っていたので、相生駅では3分間停車していました。相生駅にはホームドアがないため、列車の側面をホームから見ることができます。あまり時間がないため、撮影を終えたらすぐに車内へ入ります。少し気になっていたのですが、このワンピース新幹線改造前は光レールスターという車両でした。光レールスターには4人用の個室がありますが、それがどうなっているのか少し気になっていました。こちらが現在新幹線にある唯一の個室です。個室使用は限定列車に限られており、残念ながらワンピース新幹線での運用はありませんでした。このため個室には鍵がかけられロックされていました。
この個室めちゃめちゃいいと思いませんか？相生駅を出発しました。山陽本線、岡山行きと赤穂線、播州赤穂行きがそれぞれ発車しているのが一瞬見えました。この後、岡山駅到着後のエンディングまでの間、音声が全く収録されていませんでした。申し訳ありませんが、ここからエンディングまで音声はなく BGM のみとなります。光レールスターの普通車指定席の座席はとてもふかふかで最高に座り心地が良かったです。もはやグリーン車と同じくらいのゆったりした座席でした。一瞬だけ並走した隣の単線の線路は赤穂線、印米、加賀東駅間の線路です。何度もトンネルをくぐりながら岡山駅を目指します。本当に山陽新幹線はトンネルが多いです。山陽本線の線路がぴったりと並走してきました。まもなく岡山駅に到着します。到着の案内放送を収録した予定でしたが、残念ながら音声が収録されていませんでした。ワンピースのテーマ、ルフィのアナウンスに続き、岡山駅到着の通常放送が流れていました。岡山駅に到着しました。ここまで乗車してきたこだま849号ワンピース新幹線はこのまま博多まで各駅に停車していきますが、私たちは岡山駅で下車しました。岡山駅では後続ののぞみに道を譲るため約7分間停車していました。7分間もゆっくりと停車してくれているので、存分に車両を撮影することができました。今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。一部音声が収録されていなかったため、お見苦しい点がありましたことをお詫びいたします。JR 西日本がワンピースとコラボした派手で冒険心のある山陽新幹線に乗車してきました。瀬戸内海の青い海をイメージした外見はもちろんですが、内装についてもワンピースの世界観をとてもよく再現した旅の冒険心をくすぐる素晴らしい仕上がりとなっていました。今後も鉄道、旅行、ホテルの動画を投稿していきますので、高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。コメントもいただけるととても嬉しいです。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。岡山駅でワンピース新幹線の出発を撮影する際に音声が復活しました。岡山駅新幹線ホームでは発車メロディーに銀河鉄道999が使用されていました。